最速を求めてシェルギリギリまでコアを延長したモーターを作ります。シェルギリギリ、どうやら必要なのは10個のミニ四駆モーターのようです。分解します。粋なしどしたし。年末に言ったルール無用壮行会。私の最新マシンは求める速さを出せませんでした。力が欲しい。以前のコア延長がシェルギリギリということは限界を決めているのはシェルです。つまりシェルを自作すれば限界突破できるということです。最強のパワーを得ましょう。10倍モーターで。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目、8つ目、9つ目、10、すべてのモーターを分解しました。たくさん手裏剣、シャフトに手裏剣とベアリングを差し込んでみます。ちょっときつい。ベアリングが入りません。純正シャフトと同じ直径で買ってきたはずですが、測ります。純正シャフト直径 1.9mm、 買ってきたシャフトこちらも直径 1.9mm。 どうやら 0.01mm のレベルでサイズが違うようです。ワンサイズ小さい 1.8mm を買ってきました。手裏剣を差し込んでみます。シャフトが細すぎて手裏剣を保持できないです。これは困りました。モーターのシャフトとして使える金属棒はないんですか？そんな都合の良いものはありました。赤外線誘導針出入機構搭載レイスティンガーです。懐かしい。もう5年前。怖い。てかこれ100均のバーベキュー串だ。直径チェック 1.9mm、 手裏剣チェック。お、程よいきつさがあります。ベアリングチェックこちらも入っていきました。気になるがたつきもありません。グッドです。問題が一つ解決しました。パーツクリーナーを瓶に注ぎます。ベアリングポチャン。瓶シャカシャカ脱脂をします。固定したシャフトにベアリングを取り付けます。注油します。なじませます。モーターのコアを組み立てます。ベアリングを差し込みます。コミュテーターを差し込みます。絶縁体を差し込みます。手裏剣を差し込みます。どんどん差し込んでいきます。これでモーター5個分です。絶縁体を差し込みます。手裏剣の向きがバラバラなので合わせます。大体の向きが合いました。手裏剣サポーターを取り付けます。これで向きが一直線に揃いました。加えて重なり合った手裏剣が広がってしまうことを押しとどめています。残りの手裏剣サポーターも取り付けます。コアが半分できました。スペーサーを差し込みます。ベアリングを差し込みます。スペーサーを差し込みます。ここからもう半分のコアを組み立てます。コアが完成しました。そういえばコアを分割しているのはなぜですか？コアの中点に保持部を入れて回転時のブレを抑えます。両端の2点だけだとたるむということですか？さらにコアの分割で流れる電流を2倍にできます。長さ半分で抵抗半分ということですね。手裏剣を接着剤で固めます。これによりサポーターを外してもズレと広がりが起こらないようにします。固まりました。浮いている接着剤は回転時のバランスを乱します。ヤスリで鳴らします。鳴らしました。後でさらに整えています。手裏剣サポーターを外します。ラスト10倍モーターのコアが完成しました。想像以上に対応することが多かったです。形にできてよかったです。先に進みます。ケバブだ。もぐもぐモーターを巻きます。たるみが出ないように引っ張りながら巻きつけます。1箇所巻き終えました。残りも巻いていきます。半分巻き終えたのでコミュテーターにハンダ付けします。こちら側は完成しました。もう一方も巻いていきます。ハンダ付けします。10倍モーターを巻き終えました。よし、一番大変なところは抜けました。重量比較ノーマルモーター 7.28g、 10倍モーター 55.18g。 お、もうルール無用。マシン1台よりも重いです。それではシェルを作ります。試作シェル1号です。コアを乗せます。シェルが短いです。コアを回します。コアとシェルが干渉しています。試作2号です。底面を円形にえぐって干渉を回避します。どうでしょうか？干渉している音がしなくなりました。横から見るとベアリングがわずかに浮いています。カバーをつけると圧迫されます。試作3号です。カバーをつけます。コアを回します。干渉なくスムーズに回るようになりました。試作4号です。カバー側にローラーステーを取り付けて、シェル側には車軸を取り付ける設計です。こちらが磁石です。ネオジムなので超強力です。モーターが回るかを確認します。回ってくれ。きた。10倍手巻きモーター成功です。試作7号です。ローラーステーを一体にしました。この方がかっこいいからです。試作8号です。
エンドベルの固定方法を変更しました。そのために幅を広げています。理由はネオジム磁石の反発が強いからです。モーター内は極性の同じ磁石を3つ並べているので磁石が反発で飛び出してきます。以前は2枚の板で挟んでいて組み立てしづらいのと保持に不安がありました。一体にすることで保持力アップと若干組み立てをしやすくしました。と言いつつまだめちゃくちゃやりづらいです。マシにはなりました。試作9号です。バッテリー台を追加しました。車軸を補強しました。磁石保持詰めを高くしました。再度テストします。グッドで1回止めたら導通しなくなりました。ブラシが広がりすぎです。今の組み立て方だとブラシが一度押し込まれてそれを引き上げてエンドベルにはめ込むので広がります。磁石スペーサーの形状を変更しました。これにより取り付けがしやすくなってブラシが押し込まれることが回避できるようになりました。最終版シェルです。銅板にハンダ付けします。スイッチを追加しました。試作マシン完成です。そもそもこのモーターでまともに走るかをチェックします。5クラウンギアの噛み合わせが甘く先端が削り取られました。噛み合わせを調整しました。タイヤを回してみると磁力が強すぎてゴリモリです。ネオジム12個ですからね。パワーに期待ができます。どうでしょうか。5怖い。よし、楽しいモーターができました。一撃でネジが曲がりました。ですがローラーステーの破損はないです。設計は問題ないようです。ですが最も大きな問題があります。せっかくの10倍モーターが見えないので透明にします。 PCBA でカバーを発注します。透明素材を選択します。個数は2つにします。価格が1つの場合と同じなので他はデフォルトにします。製造説明を記入します。シェルも発注します。素材はナイロン HPPA12 です。折れや割れに強いです。印刷方式が MJF なので精度がとても良いです。気になるのでシェルも透明で発注します。発送情報を入力して発注完了です。29日発注3日発送8日に届きました。透明カバーです。透明度があり印刷もしっかりとできています。この透明度は私が普段使っている 3D プリンターでは出せません。次にナイロンシェルです。バッテリーホルダーに変形が見られます。これは事前に変形リスクを承認したところなので問題ないです。画像付きで確認のメールが来ていましたね。モデルを修正するかそのまま承認するかを選べます。やはり印刷精度は抜群に良いです。エッジの立ちも円の綺麗さも全然違います。最後に透明シェル。これはテンションが上がります。やっぱ透明はいいな。ですが先ほどのナイロンと比べて丸みを感じます。全体的にわずかに膨張しているようです。オブジェとしては透明の美しさに惚れますが、今回は実用重視なのでナイロンを採用します。コースアウト時の頑丈さも欲しいですからね。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。コアを搭載します。カバーを取り付けます。固定します。ネオジム磁石を入れます。ブラシを取り付けます。エンドベルを差し込みます。固定具を取り付けます。固定します。反対側も同様に組み立てます。ピニオンギアを取り付けます。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。スポンジを貼り付けます。電極を取り付けます。固定します。できました。走行機能付き10倍モーター 10M です。モーターの体積の半分はモーターが占めます。透明なカバーは美しいコアをあらわにします。重量チェック。194.81g 重すぎ。駆動チェック。スルスルグッドです。走らせます。5ドーン。ギアの刃がなくなりました。さすがのパワーです。オーバルコースで走らせます。5とても重厚感のある走りです。吹っ飛んでこないか怖いです。走行を見るとバッテリー消費がとんでもないことがわかります。1ラップごとにタイムが落ちています。ギア比を 2.5 対1から 0.83 対1にしました。ギアの刃を消し飛ばすほどパワーが強いのでオーバードライブにして最高速を得ます。5スパーギアが斜めに外れかけていました。クラウンギアの押し付けが強かったのかしら。スパーギアに接着剤を塗ります。隙間をわずかに広げました。どうでしょうか。5クラウンギアが瞬殺です。隙間が広すぎたようです。調整しました。5速くなりました。もっと速くなりそうなんだけどな。皆さんはモーターの異変に気づきましたか？
コアがずれています。もしかしたらトルク弦回転数増の特性になっているかもです。ギア比を戻して走らせます。5。遅くなりました。あれま、これはこれで良い地点です。コアを取り出しました。見事にずれています。戻します。透明カバーのおかげで気づけてグッドです。接着剤を流し込んでおきます。修正しました。ギア比は 0.83 対1。5。速くなりました。グッドです。冷静に考えると 190g のマシンがオーバードライブで速くなるの意味わからないです。それだけ10倍モーターのパワーが強いということです。微妙 JCJC 用のセッティングにしました。右ローラーは2段ウレタンローラーとスライドダンパーです。バネは固めにしています。左ローラーは魔王ローラーとアルミローラー。重量チェック。計測不能です。改めて 203g。 ここまで重いとレーンチェンジが怪しいです。まずは平面速度チェック。5。いい感じ。あ、やばい。テープがちぎれてバッテリーが飛び出て配線がタイヤに絡まりロックしていました。その結果ブラシが円になりました。どういうこと？謎です。もう片方のブラシはこちらもアウトです。ブラシをかき集めて2セット間に合わせました。一つは在庫があったので、もう一つは3個1で作りました。復活です。各セクションでトルクが必要になるのでギア比を戻しました。セクション攻略方法。レーブセクションはコース幅が狭くなるのでスライドダンパーで幅を狭くして通過します。マシンのローラー幅は 114.2mm なので通常時はコースと隙間がありますが、斜めになると対角のローラーで引っかかるようになります。これによりレーンチェンジ上りの勢いを抑えます。さらに 10M 自身で斜め姿勢を作ります。タイヤが浮き上がると空転するので負荷が減ったモーターが急加速します。 55g もあるコアの急加速による反トルクでマシンが斜めになるという作戦です。反トルクによる姿勢制御は以前に挑戦していましたね。右ローラーの取り付け位置が中心によることでレーンチェンジ下りの壁に引っかかります。後付けステーの位置的にこうなったので実は偶然です。図工。それでは JCJC。 ターゲットタイムは 2.5 秒、次に 2.0 秒です。5。ナイス。一番の懸念点だったレーンチェンジを超えました。そしてタイムも 2.5 秒切り成功です。2秒切りを目指します。スロー。完璧。上りではマシンが斜めになり引っかかります。マシンが重いので強烈にコースがたわみますが、外側にまくられることもなく通過しました。まだまだ余裕がありますね。後半で発生した急減速の原因を探します。なんか銀色のが飛び散っています。嫌な予感が。ブラシを見ましょう。在庫もうないから生きててくれ。ブラシは問題ないです。いないです。でもよかった。エンドベル側に銀色のが付着しています。ハンダです。コミュテーターが発熱して溶けたハンダが遠心力で飛び散ったのでしょう。そこまで発熱した原因を探します。もう片方のブラシも問題ないです。怪しいの発見。コミュテーターの銅板間に金属片が挟まっています。これでショートしつつ曲線が狂って抵抗になったのでしょう。抵抗のある状態でフロントのモーターが回転して発熱。マシンの速度ダウンと推測します。復活。右の下段ローラーを樹脂巻きにしてスピードアップを図ります。5。あれ、息なし回り出したし、とりあえず5。遅いです。スタートミスがなくても先ほどとスピードはあんまり変わってなさそうです。ギア比をオーバードライブにしました。5。2.119 秒。さらに更新です。減速セクションがあるのにオーバードライブで速くなるのか。さすが10倍モーターです。スロー。上りは先ほどと同様です。下りは浮き上がるようになりました。まだ余裕がありますね。2秒切りまであと少し。しかしパワーソースはこれがマックスです。だから限界を突破します。ローラーステーを乗せ替えます。先代はクリアランスに余裕を持たせていたのでガタがありました。ガタを小さくしました。タイヤを新品に履き替えました。より高精度に切り出したものです。すべてのローラーを脱脂します。ゆとりオイル塗り塗り。モーターの通電路をエレクトロニッククリーナーで洗浄します。R1 モーターグリス塗り塗り。なじませます。グリップ剤塗り塗り。ホースの継ぎ目をテープで固定しました。ホースの洗浄もします。これでどうでしょうか。5。スパーギアがやられました。ギアを交換しました。在庫の関係で 0.91 対1です。メンテナンスは1走ごとに必要です。5。クラウンギアが消えました。やり直し。メンテナンス完了です。
それでは行きましょう。10M の限界を突破します。5。1.815 秒。きたー。てかマジで2秒どころかとんでもないタイムへと飛躍しましたね。嬉しすぎる。スロー。上りではほとんどマシンが浮き上がっていません。やや斜め姿勢で下りに入ります。強烈にコースを歪ませます。それなのに姿勢は水平を保っています。化け物かな。 200g 超えのマシンがこのスピードでコースアウトしないのは意味がわからないです。というのも重いマシンでは下りでコースを押し広げてしまうので引っかかりが弱くなります。上りでは重いマシンが吹っ飛ぶ感性を押さえつける強い下向きの力が必要です。想像をはるかに超えてローラーセッティングが決まっていたようです。着地位置もかなりギリギリですからね。10倍モーターを作るという挑戦からとんでもない化け物を生み出せました。やはりものづくりは面白いです。今回は10個のノーマルモーターから10倍モーターを作りました。モーター自体がマシンなモーター。10M。最初はレーンチェンジは論外で、平年速度も想像を下回りました。そこから度重なるトラブルと戦いながらセッティングを詰めて、限界を突破しました。制作を開始した4ヶ月前にはこんな結果になるとは思いもしなかったです。まともに10倍モーターが回るまでが長い道のりでしたからね。そしてこの外見もかなり気に入っています。透明なカバーは10倍モーターの存在感を際立たせます。ここが見えないと普通のマシンですからね。ナイロンシェルは重量級マシンの走行に耐え切りました。発注をした PCB レイは概要欄からチェックしてみてください。いいね、コメント、チャンネル登録もお願いします。予告、無断変速機はミニ四駆を速くするのでしょうか。それではまた、のし。